まさかの手術延期となってしまいまして、この後どうなることやら、もう今回はノープランというか予測不可能、プランが作れないという。全く想定していなかった出来事にどうしようって頭が真っ白になりました。まず一番先に頭に浮かんだのは、長期で預かってもらっているうちの犬のことです。もうすでに1ヶ月半以上も預かってもらっていまして、この先またもう一回同じように長い間預かってもらわないといけなくなってしまって、その時その友達にまた長期間預かってもらえるかどうかはわからないですし、犬にも本当にかわいそうな思いをさせてしまっていて、いつも犬のことを考えると申し訳ない気持ちで胸が締め付けられてます。それからもう1ヶ月以上留守にしているオフィスのこと、スタッフたちにも本当に申し訳ない気持ちですし、そしてこの1ヶ月過ごしたマンスリーマンション生活をもう一回最初からやり直すと考えるとわーってなりました。事前検査もまたやり直しですし。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。あそこみたいだね。お金も時間もそうですし、全部もう一度考えて一つ一つ段取りを取らないといけないと思うと、頭の中はこれからどうしたらいいんだろうという思いでぐるぐるしています。ほら、チケット買ってある。9時20分。でもとにかく今やらなければいけないことは一旦日本を出ることなので、大至急韓国行きのチケットを取って成田空港へ向かいました。ご乗車ありがとうございました。第一車両に乗船です。少しものお休みございませんのでご注意ください。はい、成田空港に着きました。本当でしたら私今入院しているはずだったんですけど、なぜまたねこの成田空港に来ることになったのか、何があったのかは、後ほどちょっと落ち着いたらお話ししたいと思います。まずはですね、ちょっとチェックインをしていきたいと思います。今ですね、急いでチェックインを終えて空港ラウンジに来たところなんですけど、あともう本当に搭乗時間まで10分しかないんですけども、ですね、まさかの手術延期となってしまいまして、ということで今日急遽ですね、韓国行きのチケットを取れたので、それでまずは韓国に行こうということで今日急遽成田空港に来てるんですけど、この後ですね、シドニーに行くチケットまだ取れてないんですね。っていうのが今すごい繁忙期っていうことで、4月5月すごいやっぱ繁忙期で皆さん旅行シーズンということで、5月の末までシドニーに行く便満席だとか言われてて、なので今もまだ待機なんですけど、まずは韓国にもう宿ここなくなっちゃってますから、入院してる予定でしたので、今日まででマンスリーマンションの契約は終わりだったので、出なくちゃいけなかったので、もし今日の便が取れなかったらまたホテルを探してとかいうことで、もう本当この数日バッタバタだったんですけれども、でもとりあえず韓国の便が今日に取れたので、今日までのマンスリーマンションの契約ということでちょうど日にちがあったので、今日はもう成田に急いできたということで、この後は韓国に行って、うちの旦那のお姉さんとお母さんが韓国で
住んでいますから、そちらのお宅に行ってその、シドニーの便が取れるまでそちらで過ごしながら、そしてシドニーにまずは一旦戻るという、流れになります。今回ですね延期になっちゃった理由なんですけど、1週間前から毎日体温計を測らなくちゃいけなくて、毎日だいたい 36.6 とか 36.7 とか、ちょっと高いなっていう時 36.8 とかだったんですよね。その辺に行ったり来たりしてたんですけども、で、その入院する3日前に、うちの主人がオーストラリアから日本に来まして、でその日、会ってですね、そしたらその、夜に到着した夜になんかちょっと喉が痛いような気がするとかって言ってうがいとかしてたんですよ。でそしたらその次の日起きたらなんかちょっと私なんかちょっとですねお昼ぐらいになんとなくだるいっていうか、ちょっと風邪気がちょっと入った風邪の初期症状みたいな、なんかだるいような、なんかちょっと熱っぽいような、頭がピーンってするような、なんかそんなような症状がありまして、で体温計で測ってみたら37度あったんですね。で何かちょっとでもそういう症状があったら電話しなさいっていう風になっていたので、すぐに病院に電話をしてですね、37度出てるんですけどっていうことで、ちょっとだけその時に喉もちょっと痛くなりかかってきてるかなみたいな感じだったんですよ。なのでちょっと喉も痛いような気はすると、でも全然鼻水も出てないし、咳も出てないし、そんな感じですっていう話をしてて、なのでちょっと休めば2日後が入院だったので休めば大丈夫かなと思うんですけどっていうふうに言ったら、病院の方でいろいろちょっと検査もしないといけないし、手術に関してもやっぱり相談した方がいいと思うから来てって言われて、いやでも行ったら行って帰るだけでももうやっぱり半日ぐらいかかっちゃうんで、それでまた体力消耗して体調が戻らないと逆に手術できなくなる可能性もあるんじゃないかって言ったんですけど、それでもやっぱり検査とかもあるかもしれないから一応来てくださいって言われて、で次の日に行ったんですよ。雨が降ってて、雨の中仕方ないので朝早く起きて朝行ったんですよね。でそしたら先生が大丈夫ですかっていうふうにおっしゃってくださって、はいで実は朝起きた時には熱が下がってたんですよ。 36.8 とかになってたんですね。なので熱も下がりましたし、喉も全然痛くないし、ただちょっとなんとなく風気が入るかなっていうような、ちょっとだるいような、ちょっとゾクゾクするような、なんかちょっとそういう症状はあるけど、だけど咳もないし、今でも咳もないし、喉も痛くなくなってるし、鼻水も出ないし、風邪ではないかもしれない、ただの疲れかもしれないっていうふうにお話をして、だけど一応検査はしてみましょうってことになって、その検査をする前に体温を測ってみましょうって言われて、で測ったら、また37度あったんですよ。37度あるねとか、微熱あるねとか言って、じゃあやっぱりコロナとインフルエンザのちょっと検査してみようっていうことになって、それで、コロナとインフルエンザの検査をしたんですけども、だけど私の感覚ではちょっと喉も全然痛くないし、これは絶対にコロナとかインフルエンザじゃないと思ったんですけど、やっぱり私の予測通り、コロナもインフルエンザもネガティブで大丈夫だったんですね。でじゃあどうしようっていう話になって、もうそろ登場だってなって、でちょっとこの続き次に行かなくちゃいけないからちょっと急いでなって、で相談したところ、麻酔科の先生とかいろんな先生と話したらしいんですけども、やっぱりですね、ちょっとでも炎症だとか風邪気だとか何か体調が悪くて全身麻酔やった時に管をとかいろんなものを通さないといけないじゃないですか。そうした時に傷をつけちゃったりとか炎症ができたりとかした時に、手術が終わって例えばじゃあ熱が出た時にそれが何が原因なのかわからない。例えばじゃあ手術をしたところの傷が原因で
そこが炎症か何かした原因で熱が出てるのか、もしくはその麻酔とかそういったことで何かの加減でその風邪とかそういう体調のそういった加減で炎症が起きてるのかわからないから、その治療とか薬とかそういうのもすごく判断ができなくなって難しくなるというふうにおっしゃって、で先生がただでさえリスクが大きい手術だし、こんなことも言ったんですよね。本当に足がすごく痛くて、この足のここまで痛いんでね、神経でビリみたいな、本当にすっごい敏感になっちゃって痛くて足もつけなくなっちゃうかもしれない、そういう手術だからやっぱりここは万全を期したいよねっていうふうに先生もおっしゃってくださって、それで私も本当にやっぱりちょっと怖いので、またもう一回そんな話を聞いてやっぱり怖くなってしまって、私も本当に万全期したいので、やっぱ体調が回復して良くなったらやりたいってことで、じゃあ延期ってなったんですけど、じゃあ手術に行ってはっていうふうになったら、次に取れるのがもう8月しかないと。で6月に無理やり取ったら取れるかもしれないけど、まだその患者さんが手術するかどうかわからない。でましてやその6月の20日その日は万が一その患者さんがやらなくなってできたとしても、すごいロングオペ、すごい長時間のすごい大変な大手術がその前に入ってるかその後になるっていうことだった。で、8月20日だったら取れるよということで、一応じゃあ抑えてくださいということで8月の20日抑えてもらって、でまたその1ヶ月前に術前検査に来てもらわなくちゃいけないっていうふうに言われて、でその術前検査の予約とか全部入れて、またもう1回オリエンテーションとか受けて、でもう全部説明もう1回聞いて、で終わってきたということです。でその後はもう本当に手合いがさっき言ったように本当に大変で、今もシドニー行きのチケットがまだ取れてない状況で、今韓国にもう登場しないといけないので、もう今出ますけれども、まずは行くっていう感じになります。なのでこの後引き続きどうなるか、この後も、ぜひ記録残していきたいと思いますので、皆さんも、見守っていていただけたらと思います。でもなんかこれはね、神様のお導きかなと。本当にね、熱が出たのがその1回その前々日に測った自分で測ったその時と、あと先生のその時だけで37度だったんですよ。で結局風邪じゃなかったんですね、疲れだったんです。そのことについてちょっとまたもしかしたら韓国着いてからちょっと追加でお話できるかもしれないですけど、という状況で今からじゃあ登場しますということで、皆さんまた動画撮ってお話ししますのでよろしくお願いします。では行ってきます。今、韓国インチョンに着きました。この後どうなることやら、もう今回はノープランというか予測不可能、プランが作れないというそういう状況なのでね、もう本当に全て神様に委ねるしかないかなって今思ってるんですけど、でも韓国の時も一日一日一瞬一瞬とにかく感謝して最善で過ごせたらなっていうふうに思っています。お姉さんがね迎えに来てくれてるますので、いつもねお姉さん迎えに来てくれてるんですよ。なので本当にありがたいですね。家族がいるっていうのは本当にありがたいなってつくづく思います。日本にいても弟に助けられ韓国に来れば、主人のお姉さんにまたお母さんに助けられて本当に感謝です。では入国審査に向かいます。終わりました。本に来てるかな。
た着せた。こうして今お姉さんの車でお家に向かっています。韓国の人たちは本当に温かくて、主人の家族もいつも本当の家族みたいに接してくれてます。なので実家に帰ってきたような気持ちで気楽に過ごさせてもらえることができるので、本当にいつも感謝してます。人生本当にいろいろありますね。もちろん今回のことは全く予想してなかった出来事でしたけれども、海外に住んでだいぶ鍛錬されているので、ちょっとやそっとのことでは動じなくなっていますが、今回は自分だけのことではなく、いろいろなこと全てに関わって、影響があることなので、正直どうしようとなりましたね。でもきっとこの出来事にも神様のご計画があるんじゃないかなと、そんな風に感じています。実はまだオーストラリアへ戻る飛行機も繁忙期で取れていませんし、なのでいつオーストラリアに戻れるのか、そして今度はいつ日本へ来ることになるのか、今は本当に何も見えてない状況です。とりあえずしばらくは韓国で主人のお姉さんのお家にお世話になりながら、待機することになりました。この先どうなるのかまだ何にも決まっていませんが、でもきっとこの出来事にも意味があると信じて、今は目の前の一日一日を感謝しながら大切に過ごしていこうと思っています。아니요, 괜찮아요. 예쁘다. 우와, 너무 좋다. 제일 좋아. 皆さんは予期せぬ出来事があったり、予想してなかった展開になった時、どのようにされてますか？コメントでシェアしていただけると嬉しいです。この後もいいねボタンとチャンネル登録で見守ってくださると嬉しいです。韓国での様子もお伝えします。次の動画でお会いします。